はい、皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。ぜひ楽しんで聞いてもらえると嬉しいです。さて、皆さんお元気でしたか？私は元気なんですが、なんだかとっても暑いです。今、夕方の5時を過ぎてるんですけど、30度を超えてます。明日は36度になる予報です。6月で36度ってちょっとありえない暑さです。この前、梅雨に入った話をしたんですけど、なんだか梅雨に入った途端、暑くなった感じです。で、このエピソードを録音するためにエアコンを止めたんですけど、音がね、入っちゃうからなんですけど、もうね、結構すぐに暑くなってきてます。これからの夏の季節の録音は、ちょっとね、大変です。さて、今日のエピソードは GK さんからのリクエストです。私がどう英語を勉強したのかを知りたいというリクエストをもらいました。なので今日は私の英語学習法についてお話ししたいと思います。皆さんの日本語の勉強に役に立つかもしれないので、ぜひ聞いてみてください。まず、私の英語力なんですが、セファールで言うと B2 ぐらいです。B っていうのが中級なんですけど、中級の下が B1 で、その上が、B2 ですね。で、上の方なんですけど、上級ではない感じですね。セファールは英語だと、Common European Framework of Reference for Languages で、その頭文字を取って、で日本語発音するとセファールとなります。皆さんも日本語という外国語を勉強しているので、セファールという言葉に馴染みがある人も多いかなと思います。セファールっていうのは、学習している言語がどれくらいできるかっていう能力を見るものですね。で、馴染みがあるっていうのは、よく聞いたり、見たりしてるという意味です。で、B2 レベルだと日常生活には困りません。でも、もし仕事を全部英語でしないといけないとかだったら、まあ、ちょっときつそうだし、あと、映画やドラマを英語で見ると結構理解できない部分があります。で、ただ、オーディブルとか、ポッドキャストとか、聞いている人に聞きやすい英語で話してくれるものは、結構よくわかります。はい。で、今、現状はそんな感じですが、私は自分が英語をすごく勉強したなって思う時期が3回あります。その時にそれぞれどんなことをしたのかをお話ししますね。まず、1回目にすごく英語を勉強したなって思うのは高校生の時です。私は高校2年生の夏から3年生の夏にかけてアメリカの高校に留学しました。当時、日本では英語は中学生から習うものでした。なので、高校2年生の夏までに、中1、中2、中3、そして高1で高2の夏だから、4年半ぐらい英語を勉強してたことになります。で、ただ当時は、今みたいに ALT の先生が、いなかったと思うんです。ALT の先生っていうのは学校にいるね、ネイティブの先生です。だから私の場合は、日本人の先生に英語を教わっていて、会話とかの練習はなくて、教科書の英語を読むような授業でした。で、私は英語が好きだったんで、英語の成績はいつも良かったんですが、アメリカに行って、私は何を今まで勉強していったんだろうって思うぐらい英語がわかりませんでした。留学した時が
初めて英語のネイティブスピーカーの人と話した時だったと思うんです。だから、英語ネイティブの人の発音が聞き取れなかったんです。で、そんな状態で英語漬けの毎日が始まりました。まさにイマージョンですね。で、家でもホストファミリーと英語で、で、学校ではもちろん英語で、その英語がわからない中、なんとか頑張りました。よく頑張ったなって今思います。17歳のね、自分をね、褒めてあげたい。本当に毎日英語だけでした。日本人が周りに一人もいなかったんで、日本語を使ったのは親と月に1回電話で話した時だけです。で、インターネットがなかったんで、電話代もね、すごく高かったんですよ。とはいえ、すっごく円高の時代だったんで、今と比べたらね、かなり楽だったとは思うんですけどね。でも今はね、電話代無料ですからね。そういう意味ではやっぱり結構電話代はしました。で、あとインターネットがないから、今みたいに日本語のコンテンツを見るとかもうできないわけです。だからね、本当に毎日英語だけでした。で、辛かったのは、英語がそんなに話せないから友達もできにくいんです。で、最初の頃はよく never mind って言われました。私が相手の言っていることがわからないと、never mind って言ってどっかに行っちゃうんですよ。もういいよってことです。あれはね、きつかったですね。めっちゃその後ね、マインドしてました。また言われちゃったって。で、留学生が何人かいたんで、そういう子たちと最初は一緒にいたんですけど、私以外はヨーロッパから来ていて、スペインの子とか、すっごい勢いで英語が上手くなっていくんです。で、もともとね、近い言語だから、当然ヨーロッパから来てる子たちの方が上手くなって、その当たり前なんですけど、当時はそういうことを知らなかったんで、あの子たちはあんなに英語が話せるようになっていくのに、なんで私はね、こうなんだろう。全然話せないんだろう。なんて自分はバカなんだろうって思ってました。劣等感という言葉ご存知でしょうか？自分のことを人に比べてすごくダメだっていう思う気持ちです。劣等感を持ってると人とうまく付き合えないんですよね。だから、結構人付き合いっていう意味で辛い一年でした。でも、よく考えてみると、私はもともと日本にいても人付き合いが上手なタイプじゃなかったんですね。だから、どこに行っても同じっていうことだったんです。どこに行っても、人付き合いがそんなに上手じゃない自分は変わらないんだなって、思いました。今いる場所であんまりいろいろがうまくいっていない時に、どこか別の場所とか、別の国に行ったら、なんかもっと別の世界がね、開けてるんじゃないかって思うことがあるかもしれないんですけど、どこに行こうと自分は自分なんですよね。自分が変わらないと自分を取り巻く世界は変わらないっていうことを、学びました。で、あんまり友達がいなかったもんですから、学校にある図書館に、結構よく行って、行くたびに本を6冊借りてました。6冊が借りれるマックスだったんです。週に何回くらい行ってたのか全く覚えてないんですけど、結構行ってました。で、借りてきたうちの面白い本だけ読んでました。面白いって思える本は理解できる本なんですよ。難しすぎる本は理解できないから面白いと思えないんです。だから、パラパラってこう最初の本を読んで、面白そうな本、つまり読める本だけ読んでました。で、その時はよく知らなかったんですけど、読める本をたくさん読むっていうのは、多読っていう方法です。多読は多く読むと書きます。で、多読は語学学習で出てくる言葉なんです。で、多読で重要なのは自分のレベルに合った本を読むということです。面白くなかったら無理して読まない。読みたいなと思って
先が気になるような本だけ読むんですね。で、先が気になるから知らない単語が出てきてもいちいち辞書を引かなくなるんです。で、本を読んでいると、状況とかその文脈、コンテクストとともに単語が入ってくるんで、自然にその単語の意味を覚えていくっていう、それが多読の考え方なんですけど、私はそれをやってたんですね。自然と。単に本が好きだから読んでただけなんですけど、その多読の方法っていうのはすごく効くなっていうのをね、感じました。で、日本に帰ってきて高3で受験生だったんですけど、受験の英語には全く困らなかったです。耳も良くなってたんで、英語が聞こえると、パッと英語が出てきちゃうぐらい、英語ができるようになってました。ただ、そうは言っても高校生の英語なんで、仕事とかで使う英語とはね、また違うものだと思うんですけど。でも、日常生活では困らなくなってました。あと、学校の授業ももう普通にね、ついていけてました。で、ただ、言いたいことの50%も言えないっていう気持ちは、いつもありました。言いたいことを日本語だったらそのまま言える。でも、英語だから言えなくて、知ってる表現とか、使える表現に、言い方を変えて話すっていうのは、やっぱり1年いた後でも、そのまま、そんな感じでしたね。で、日本に帰ってきてから、その英語だけの1年が多分辛かったんだと思うんですけど、英語から離れました。全然勉強しなかったんです。で、英語の本も読みませんでした。そしたら、もったいないことに、英語はどんどんできなくなりました。で、2回目に英語を勉強したなと思うのは、就職して、会社に入って3年目ぐらいの時だったと思います。私は、受験用の英語の教材を作る会社で働いていました。教材っていうのは、教科書とか参考書とか勉強するための、本とかそういうものです。で、最初、その会社に就職した時、お客様センターというところに配属されました。配属されるっていうのは、この部署で働いてねって言われることです。で、そのお客様センターっていう名前の通り、お客様相手の仕事をしてたんですけど、それをしているうちに、せっかくだったら編集の仕事をしたいなって思うようになったんです。編集っていうのは本を作る仕事です。本を書く人がいて、その人が書いた本を出版できる形にする人です。基本的には出版社の本を作る人が編集者で、その仕事が編集です。それで、異動願いを出しました。この異動っていうのは異なるに動くと書く異動で、会社のある部署から別の部署に配属されることです。で、異動願いを出したらありがたいことに聞いてもらえて、英語の教材を作る部署に配属されました。そこで働いたことで、英語の文法に詳しくなりました。日本の受験の英語って、受験英語って言うんですけど、聞いたり話したりっていうよりは、読んで理解する部分が多いんです。だからやっぱり文法メインな感じになるんですね。で、その部署で、働いているうちに、私は英語を受験だけじゃなくて、もっと自分自身が英語を使える人になりたいと思って、ニュースライティングの講座に通い始めました。会社で働きながら通える学校みたいなところがあったんです。で、その講座っていうのは何かっていうと、英語ニュースの原稿を書けるようになるための講座でした。例えば、NHK のワールドニュースで英語のニュースがあるんですけど、そういうのを書けるようになる講座です。で、授業はね、すっごく難しかったです。宿題も大変でした。
いろんな英語雑誌からの、同じテーマの記事を読んで、それを英語でまとめるみたいな宿題が出てた記憶があるんですが、これがね、すごく難しかったんです。で、土日のどっちかは一日中家でなんかそういうのをやってたんですけど、それでもどうやって書いていいかわからないって悩むぐらい難しかったです。私の英語でのね、表現力がなかったんです。まあ語彙力もね、足りなかったんです。で、今は AI があるけど、もちろん当時はないので、自分で英文をゼロから作らなきゃいけなかったんです。今はね、AI に頼りっぱなしなんですけど、そう、当時はね、そうじゃなかったからね。で、まあ、はっきりとは覚えてないんですけど、私は、この学校に1年ちょっとぐらい通って挫折しました。挫折っていうのは途中でやめちゃうことです。その講座は1年で一つの講座が終わって、上のクラスに行ける人が数人で、ほとんどの人は同じクラスをね、やり直すんですよ。で、私は上のクラスに行けなかったんです。で、上のクラスを卒業すると実際にニュースライターとして働ける可能性があったんです。でも、もう一回ね、同じクラスをやらなくちゃいけなくて、私、こんなに時間かけてるのにダメなら、これはもう私には無理だなって思っちゃったんですね。で、ちょうど同じようなタイミングで会社が忙しくなったっていう理由もあったんですけど、続けてもなんか私には無理なんじゃないかっていう感じがあったんだと思います。それで、まあ2年目の途中で辞めたんですけど、ただ、通ってる途中は本当によく勉強したなって今でも思います。で、この時、シャドーイングというものに出会って、一生懸命やってました。それでだいぶ話せなくなっていた口が回るようになったなって思います。よくね、口が回るって言います。口が、まあ、上手に発音できるとか、そういうことですね。で、3回目に勉強したなって思うのは、YouTube を始める前ぐらいですね。私は2020年の6月から、YouTube を始めました。もう一本のチャンネルの方なんですけど、最初は英語を使って、日本語のピッチアクセントとか、発音とかを説明する動画を作っていました。で、2年ぐらいは週に1本、英語でそういうのを説明する動画をアップしてました。で、その時は、本当にね、英語に自信がありませんでした。またね、だいぶ離れてたっていうのもあるんですけど、動画って誰が見るかわかんないじゃないですか。それで、本当にまあちょっと怖くって、で、これじゃいけないと思って、オンラインの英会話に入りました。で、そこは、毎月お金を払うと、レッスンが受け放題というシステムでした。受け放題っていうのは、好きなだけ受けられるという意味です。で、人気のある先生は、お金を追加で払って予約を取らないといけなかったんですけど、先生が誰でもいいのであれば、その時オンラインの先生を選んで、好きなだけレッスンを受けられるっていう風なシステムでした。で、1レッスンが25分なんですけど、ほぼ毎日1レッスンは受けていたと思います。で、多い時はもっと受けてました。で、気に入った先生がいたら、予約して受けていました。やっぱり先生のレベルが人によって全然違うんですよね。で、やっぱり教え方の上手な先生は、お金を追加してでも予約したいっていう感じでしたね。で、この時にだいぶ話すことに慣れたと思います。あと、YouTube を始める2ヶ月前ぐらいに、バイブルスタディのグループに入りました。で、英語ネイティブの人しかいないグループだったんで、入る前は本当に緊張しましたし、入った後も3年ぐらいは毎回緊張してました。でも、そのグループに誘ってくれたアメリカ人の友人が、もう入る1年ぐらい前から
ですかね、週1で、週に1回、1時間ぐらい、電話で話してたんですけど、バイブルスタディに入った後も、毎週、どうだったっていう感じで、フォローのね、電話をしてくれてたんです。で、だからそれもかなり、私の英語力の向上に役立ったと思います。で、そうやってレッスンを受けたり、バイブルスタディで話したり、友人と電話で話したり、そういう英語で話す場数を踏んでいるうちに、場数を踏むっていうのは、そういう場を何度も経験するっていう意味ですが、場数を踏んでいるうちに、だんだん緊張しなくなってきました。しかも前より完璧を求めなくなってきました。前は、ちゃんと話せないと恥ずかしいと思ってたんですけど、今は言いたいことが伝わればいいや、文法を間違えててもいいやって思って話してます。これはバイブルスタディの影響が大きいかもしれません。あの、私が発言すると、私はクリスチャンじゃないので、あの、みんなとは違う視点からの意見になるらしくって、すごく勉強になるってよく言ってくれるんです。だから、私の言ってる内容の方が、間違いのない英語を話すより大事なんだなって、なんか本当に実感しまして。で、今はもう本当にたくさん話すようにしています。逆に黙ってると本当にその場に貢献しないってことになっちゃうんで、良くないなと思って、できるだけ話すようにしてます。で、YouTube の動画は動画として残るので、恥ずかしいから、できるだけ間違えないようにしてますけど、カットして、間違えてない部分を残すようにしてるんです。でも、普通に人と話してる分には、流れてっちゃうものだからいいかなと思って、あんまり気にしないようになりました。で、あと逆に私の場合、自分が今より上のレベルになれる気がしないんですよね。考えてみると、こんなに一応英語には時間をかけてきたけど、ここまでなんですよ。でもそれでいいやと思って今は現状に満足してます。で、満足していることもあって今は英語を勉強しようっていう感じではないです。ただ毎日何か英語の動画を見るとかオーディブルを聞いたりして英語には触れてます。で、これは勉強という感じではなくて単に必要だったりする情報の入ったものを英語で聞いているという感じです。だから、例えば、動画を作る講座とかを英語で見てます。で、そういうのが、自然に英語の勉強になっていると思います。英語が割と生活に入っている感じです。日本語を教えるときも英語を結構使ってますし。で、だから、英語の学習がわざわざやるぞっていう感じではなくて、自然に生活に入ってきてるんで、英語については、いい感じです。ただ、まさに今、私、初級者向けの7日間発音チャレンジというチャレンジをやっていて、その5日目なんです。真っ最中なんです。で、7日目の最後の日は、ズームミーティングを、英語でする予定になってます。で、時差もあるので、そんなに参加人数は多くないとは思うんですけど、私実はグループレッスンをしたことがないんです。1対1のレッスンはね、やってるんですけど、初級者なんで、英語でそのミーティングを進める必要があるんですね。で、それで、例えば、私のズームの画面上で、時計回りで自己紹介をしてもらいます。じゃあ皆さんの名前を呼ぶんで、簡単に自己紹介してくださいみたいな。そういうことを英語でどうやって言うのかなって考えたりしてます。相手の言ってることはわかると思いますし、こちらもね、言いたいことは言えると思うんです。そこは心配してないんですけど、動画より明らかに下手な英語になるので、
動画と違うって思われるのが嫌だなって、そういうちょっと見えっ張りな心配をしています。見えっ張りっていうのは、人にどう見られるか、どう思われるかを気にして、特にね、よく見せたいって思う人のことです。それで少しでも、その最終日のミーティングで英語がスラスラ出てくるように、脳を、頭の脳ですね、を英語寄りにするために、最近は YouTube の英語の動画を見ながら、シャドーイングをしたりしてます。シャドーイングをすると、少し英語が口から出やすくなってくる感じがします。あと、英語が英語らしいリズムになる気がします。で、今私はその脳を英語寄りにしておきたいので、韓国語をお休みしてます。ちょっとね、これは言い訳なんですけど、その7日間発音チャレンジの動画作りもものすごく大変で、もうこれは何かやめなきゃ無理だって思ったんで、一旦韓国語をお休みしました。で、このチャレンジが終わって、少し休んで4月から先生さえ良ければまた再開したいなって思ってます。で、私はYouTube でよくミニマリストの動画を見てるんですけど、いつもね、日本語で見てたんですけど、先日急に韓国語でのミニマリストの動画が私のおすすめに現れたんです。で、あれこれは何だろうと思って見てみたら、その番組でミニマリストの主婦のお家に行って、その人がどういうふうにその家をきれいにキープしてるかみたいな、そのコツとかね、そういうのを見せてくれる動画だったんです。で、いろんな人のお家に行ってたんですけど、そんなにはね、見てないんですけど、なんかすごく面白かったんですね。で、日本語字幕もついてて、で、字幕がないと本当に何言ってるかわからないんですけど、何をしてるかは動画があるからわかるんです。で、時々言葉が聞き取れたりするんです。で、水気が分かった時はびっくりしました。水気って、水に気分の気って書くんですけど、ちょっと濡れてるとか、そういうのが水気ですね。で、あれ今、水気って言ったと思って韓国語の字幕を確認したら、そう言ってました。もうね、本当に嬉しかったです。で、しかもその時はたまたま画面を見てなくて、耳だけで分かったんですよね。だからね、余計嬉しかったです。なので、7日間チャレンジの、最後のミーティングが終わったら、そういうのも見たりして楽しみたいなって思います。で、話す練習もね、していきたいなと思います。話さないと話せるようにはならないですよね。本当にこれはスポーツと一緒だと思うんですけど、例えばサッカーができるようになりたかったら、実際に体を動かさないとダメですよね。で、一人でドリブルの練習をするのも大事だけど、やっぱり試合に出て、そこでどんな動きをするかっていうのは、場数を踏まないと体で覚えないですよね。で、私自身、英語は下手でも十分通じる自信があるんです。たくさん話してきたから。だから、英語で誰かと話すことに対しては、ハードルは高くないんです。でも、韓国語は、本当に話せないと思ってるんで、すっごく、レッスンを取ること自体がもうハードルが高いです。慣れてる先生ならいいんですけどね。でも、そうやって話さないから、いつまで経っても話せるようにならないわけですね。だから、これはね、ちょっと何とかしたいなって思ってます。で、もし皆さんの中で、日本語を話せないって思ってる人がいたら、話せなくっても話しちゃうのがいいと思います。話せないっていうのは、完璧に話せないとか、上手に話せないっていう意味が入ってきてると思うんですよね。でも、話せるようになるためには、話すしかないと思うんです。だから、話せないと思っている皆さん、どんどん日本語を話す機会を作って話してみてください。私もそうします。一緒に頑張りましょう。とはいえ、
このポッドキャストが理解できるならば、かなり皆さんの日本語レベルは高いと思います。皆さんがどんな感じで日本語を勉強しているのか、興味があります。よかったらぜひコメントでシェアしてください。あと他にこういう話について聞きたいというリクエストがあったらお待ちしています。どうもさん、スーパーサンクスをありがとうございました。本当に感謝しております。最後に一つ宣伝をして終わりにします。皆さんは自分の日本語の発音を良くしたいと思ってますか？私は自分自身が外国語を話すなら発音はできるだけ良くしたいって思う方です。それでそう思う日本語学習者のために、サブスクコースで日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。で、英語で教えるコースなので、小さい2の発音や伸ばす音とか、ピッチアクセントとか、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。勉強になると思います。で、それだけじゃなくて、会員になってもらうと、毎月発音チャレンジというものに参加できます。これはですね、さっきの7日間チャレンジとは違います。ちょっとね、ややこしくてすいません。こっちのサブスクコースの方では、その人のレベルに合わせた文を読んでもらって、で、それをアップしてもらって、ここをこうするともっといいですよっていうアドバイスをします。よかったらぜひチェックしてみてください。最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。また高評価をしたり友達にシェアしてくださった皆さんありがとうございます。皆さんがそうやって応援してくださるおかげで、続けられています。ありがとうございます。では皆さん良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。